ちだわ。はい、いってらっしゃい。おはようございます。トークママです。子供6人を育てる母です。平日の朝、お弁当作りに朝ごはん作り、学校や幼稚園に子供たちを送り出すまでの朝の様子を記録してみました。最近は春を飛び越え、夏のような暑さが続いていますね。子供たちは扇風機を引っ張り出してそれぞれの部屋で回しているようです。エアコンは寝室には1台しかないので、もう少し暑くなるとみんなで集まって寝ようかなという感じです。昨晩の食器の片付けから始めます。最近食器の洗い物を1回すると100円もらえるというお小遣い制度を始めました。洗濯物を畳んだりご飯の準備をしてもお小遣いは渡していないんですけど、洗い物は大変なので誰もやりたがらないんですよね。食洗機があるといっても半分以上は手洗いだし、私が洗っても30分近くかかります。家族分の食器に鍋、フライパン、弁当箱。昨日の夜は息子が頑張って洗ってくれました。本当ありがとうっていう感じです。お味噌汁のいりこをつけておきます。今日のお弁当メニューは手羽中の甘酢だれ、ニラのジョン、焼き鮭の酢飯を作ります。まずは手羽中から塩コショウをしたら皮目を下にして焼いていきます。骨付きの肉は中まで火が通るのに少し時間がかかるので、優に3分ぐらいゆっくりと焼くのがおすすめです。これは酢飯と混ぜる塩鮭。鮭から出ている余分な水分は生臭さの原因にもなるので、キッチンペーパーで軽く拭き取っておきます。トースターで10分ほど焼いていきます。焼き鮭の酢飯に入れるきゅうりはスライスにしておきます。きゅうり以外にもしそや小ネギなど緑が入ると彩りが綺麗です。塩もみをして10分ほど置いておきます。手羽中って甘辛味、塩味、スパイス系何でも合うし、冷めても美味しいからよくお弁当に入れています。手羽中を焼いている間にニラのジョンを作っていきます。ジョンって韓国風のおやきみたいな料理なんですけど、生地は薄めでニラをたっぷり入れて作ります。子供たちはニラが好きなので、たっぷり1束入れても喜んで食べてくれます。手羽中が焼けたので味付けをします。砂糖、酢、醤油を同量入れて甘酢だれを作ります。今日はお弁当に入れますが、おつまみにも最高です。
お弁当におつまみにぴったりの手羽中の甘酢だれの完成です。ニラのジョンを作ります。チヂミよりも生地が薄めなので素材の味がしっかり楽しめる感じのおやきです。卵を2個に薄力粉を大さじに入れて混ぜるだけ。すごく簡単な生地です。ニラは1束分加えます。下味のお塩、お弁当用にチーズをたっぷり入れておきます。はいよ。美味しそうな匂い。今日の具材はニラだけなんですが、キムチや人参、エビなどを入れてアレンジしても美味しいです。よく熱したフライパンで薄く広げて焼いていきます。もう食べている。薄めに焼くと香ばしく仕上がって美味しいです。焼き鮭の酢飯に使うすし酢を合わせておきます。入れすぎちゃった。2合分のお米に合うように酢と砂糖、塩を混ぜておきます。先に合わせておくと砂糖と塩がしっかりと溶けてご飯にもなじみやすいです。カリッとさせたいのでごま油を一回ししておきます。で、今日昼鮭ご飯。鮭ご飯。鮭がいい色に焼き上がりました。混ぜご飯にするので骨が混ざらないように取っておきます。4合分のお米を炊いたので半分は焼き鮭の酢飯ご飯、半分は白ご飯です。すし酢を合わせます。いいの？ここにほぐした塩鮭を加えます。ママ、何？だからご飯食べたい。はい、ちょっと待って。はい。これ食べたい。ちょっと待って。娘が朝ごはんを食べたいようなので急いで仕上げちゃいます。白ごまなくてさ、黒ごましかないんだけどいいかな。似合うじゃない。似合うかな。本当は白ごま入れたかったんだけど。いつもは白ごまを使うことが多いんですけど、今日は黒ごまで色のアクセントにもなってこれはこれでいい感じです。塩もみをしておいたきゅうりの水分をよく絞って加えます。入れんのそこに。なんで？美味しいからなっちゃうじゃん。美味しいの？美味しいよ。酢飯って煮しめを入れたちらし寿司のイメージが強いですけど、焼き鮭を合わせるのも結構美味しいんですよね。食べるの？食べる。ちょっと待って。いいですよ。お味噌汁も作っちゃう。ママ、朝のお味噌汁も仕上げちゃいます。
今日はほうれん草と豆腐のシンプルなお味噌汁です。娘が朝ごはんを食べ始めたので急ぎます。小学校はちょうど運動会の練習シーズンで、毎日かなり体を動かしているみたいです。これから暑くなって汗をかく季節なので、朝は味噌汁を飲んで水分も塩分もしっかりとってから行ってほしいですね。カープン、お外からシソ持ってきて。2枚。おい、大きいね。ずいぶん大きくなってる。なんかあん中で結構外のプランターで育てているシソを取ってきてくれました。お弁当に使います。カリッと香ばしく焼けました。いつも家では酢醤油で食べているんですが、お弁当用なので塩とチーズで下味をつけて、そのままでも美味しく食べられるようにしています。行くよ。絶対こっちの方が美味しい。絶対美味しい。あ、そう。鮭ご飯美味しかった？美味しい。あときゅうりの味もついてて美味しかった。鮭置いとくよ。お味噌汁も入れるからね。飲んでよ。あ、これ何のお酒？塩鮭。無塩じゃないの？じゃあ待って、おかず狙ってるんかい。ウインナー焼きたい。いいな。そっちの空いたフライパンで焼いていいよ。よいしょと、お弁当詰めないと。ニラのおやきにはチーズをたっぷり入れたので、みんな喜んで食べてくれるはず。あ、いい焼き色になってきたくね。うん、いいんじゃない？見て見て、長いな。お弁当箱さ、忘れたからこのちっちゃいのしかないんだけど、いい？足りるこれで。これが？そうだよ。ぎゅうぎゅうに詰めとく？息子は食べたお弁当箱を学校に忘れてきたようです。これからの暑い季節、一日置きっぱなしは結構きついですよね。仕方がないので、前に使っていた小さめのお弁当箱に詰めておきます。仕切りには外で育てたシソを使います。彩りが良くなるのはもちろん、香りもいいし、夏のお弁当にはぴったりです。最後にニラのジョンを詰めれば、今日のお弁当完成です。これ余ったの食べていいよ。一つ一本減らそう。俺一本食べたい。場所はなんと教科書どけてそれ。俺食べない。食べない。キリがいいところまでと勉強が終わらない子もいますが、みんなで朝ごはんです。ふーちゃん、鮭のご飯と普通のご飯どっちがいい？鮭ご飯入れるよ。ふーちゃん、食べてよ。みー待って。髪の毛。ちょっと向こうでさ、水濡らそうか。ぴょんぴょん跳ねてるよ。これ恥ずかしいよ。やったら向こうで。朝ごはんを食べ終わったからおやつの準備です。ふよふよ。もう7時39分だよ。行っといで。はいはい、いってらっしゃい。行ってきます。これは取り出し。油じゃないんですちょっと時間ができたので、末っ子の離乳食を作ります。鶏と野菜を煮て作っただしを冷凍していたのが残っていたので使います。生後10ヶ月、最初は嫌がってあまり進まなかった離乳食ですが、最近は食べてくれるようになってきました。塩
しらすは刻む方がいいのかな。あれ刻みたい。これあおちゃんのご飯と初めてのしらすだから刻んとこうか。あおちゃん歯あるよ。喉喉疲れちゃう。喉疲れたらちょっと刻んとこう。刻む。刻んでこれをお鍋に一緒に入れたらしらすからもお出汁が出る。しらす。おはようちゃん。ちょっとおむつ替えよっか。おむつ替えよ。いや、あげる。おはよう。ズボン履くよ。しらすと野菜を柔らかく煮たものに水溶き片栗粉でとろみをつけます。今日の朝ごはんは冷凍しておいたおかゆとしらすと野菜のとろとろ煮、朝ごはんのお味噌汁から取り分けたほうれん草とお豆腐です。今日は初めてのしらすだよ。しら。イエはい、座って座りた。ーイ。いらないよ。僕もこんなお子様じゃないよ。いやいや。ダメだ。お子様じゃないよ。しらすのっけご飯にしようか。はい、しらすのっけ。はい、あー。大変だ。笑って。はい。あー。おいしい？おいしい。ほうれん草食べてみる？ほうれん草。よいしょ。ほうれん草食べれるかな？あん。痛い。バタバタと忙しい朝で手が回らなくなる時もあるんですが、息子の笑顔に元気をもらっています。ママもご飯食べようかな。いただきます。うん、美味しいね、ほうれん草の味噌汁。あーちゃんもほうれん草食べた。お豆腐。あ、美味しいね。今日はあーちゃんご機嫌。ご機嫌。ちょっと。はい、いってらっしゃい。ねえ、ふーちゃんももう行くよ。準備。この後は三女の出発の支度をして幼稚園まで送迎です。それでは行ってきます。左手のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。